今日は枝豆とエビのかき揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、枝豆とエビのかき揚げを作っていきたいと思います。今回はね、この2つの食材をメインにしたかき揚げなんですが、プラスね、かき揚げには欠かせない玉ねぎも加えて作っていきたいと思います。衣がべちゃっとならずサクサクに仕上げる方法や、あとは揚げ方のポイントなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにかき揚げの材料をご紹介します。材料はこちらです。枝豆、むきエビ、玉ねぎ、薄力粉、お水、料理酒、マヨネーズ。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず枝豆なんですが、こちら冷凍したものを今解凍した状態の枝豆になります。こちら今さや付きの状態で約 200g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてむきエビですね。こちらはお好みで普通のねエビを使っていただいてももちろん OK です。あとはね玉ねぎも一緒に加えていきたいと思います。そして衣についてのポイントです。今回衣に料理酒とあとはマヨネーズを加えていきます。こちらの2つを加えていただくことでとてもサクサクな衣に仕上がります。それでは続いて天つゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、だしの素、こちらの4つの材料で作っていきます。この天つゆに関しましては今回は電子レンジでね簡単に作っていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに天つゆから作ります。器にお水、お醤油、あとはみりん、そしてだしの素を加えてください。そして一度軽く混ぜて、そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で50秒加熱してください。はい、50秒経ちました。そしたらよく混ぜます。これでだしの素がきれいに溶ければ OK です。あとはね、こちら粗熱を取ってこのまま冷ましておいてください。それでは続いて衣を作っていきます。まずはじめにこちらマヨネーズを入れてください。続いてここに料理酒を少しずつ加えて、そしてマヨネーズを徐々に伸ばしていきます。一度に入れちゃうとねダマになるので、このように少しずつ加えて伸ばしてください。はい、 OK です。そしたら続いてここにお水を入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。薄力粉に関しましては使う直前に入れていきます。そしたらここにラップをして、そして薄力粉も同様にこちらもですね使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。衣が冷たくなることでサクサクっとした衣に仕上がりやすくなります。それでは続いて玉ねぎをスライスしていきます。だいたいね 5mm 幅くらいで切ってください。ちょっと厚めに切ります。芯はね切り落としましょう。1センチぐらいでもいいかな。こちらの幅はねお好みで切ってみてください。玉ねぎの準備はこれで OK です。続いてむきエビですね。むきエビに関しましては背わたがついてるものは必ず背わたを取ってください。取るときはこのように背の部分に切り込みを入れて、このやつはねもう入ってないものになるんですが、ここに黒いものがあるときは必ず取り除いてください。そしたら今からね臭み取りをしていきます。ここに分量外です。片栗粉を小さじ1杯ほど入れてください。あとはね塩を少し入れます。小さじ1/4ぐらいですね。こちらも分量外です。そして全体をこのようになじませます。はい、そしたらここにお水を大さじ1杯ぐらい入れて、そしてさらにねこのようにしっかり揉み込んでください。こちらねお酒でも OK です。そしたらこちらを水洗いしてください。はい、そしたらですねペーパーで水分を拭き取ります。このようにしていただくと臭みやあとは汚れも取ることができます。上からペーパーで押さえつけましょう。はい、このようにね下処理してください。そしたらこのむきエビをだいたい2等分ぐらいに切っていきます。大きいものはね3等分ぐらいにしていただいても OK です。エビの準備はこれで OK です。
それでは続いて枝豆ですね。こちらはさやからね豆を取り出してください。もうねこの剥いた状態で冷凍してあるものも売ってますので、そちらを使っていただいてももちろん OK です。この枝豆の解凍方法はねやりやすい方法で解凍してください。はい、 OK です。このようにさやから取り出してください。今の状態で約 80g になります。こちらは目安にしてみてください。そうしましたらボウルの中に先ほど切った玉ねぎと、あとはむきエビ、そして枝豆を入れます。そして一度ねこちらをよく混ぜてください。玉ねぎはねちょっと束になってるのはばらつかせておきましょう。はい、 OK です。そしたらですねここに薄力粉をまぶします。全体にねこのようによく混ぜてまぶしてください。はい、 OK です。こうしていただくとね衣との密着が良くなります。それでは今からね衣を仕上げて、そして揚げていきます。では衣を仕上げます。こちら冷蔵庫から出してまず薄力粉を加えてください。そしてこちらをねさっくり混ぜていきます。さっくり混ぜることでね衣がサクサクに仕上がりやすくなります。はい、このぐらいちょっとダマになってても OK です。そしたらこちらのボウルの中に衣を回しかけます。そして全体になじませましょう。はい、これで OK です。それでは今から揚げていきます。それではフライパンの底からだいたい 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れてください。ちょっとたっぷりめですね。その方がサクサクに仕上がりやすくなります。そして火にかけます。そして今回はですね170度ぐらいの油で揚げていくので、それまでまず油を温めます。はい、今ね170度ぐらいまで温まりました。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいになれば OK です。そしたらですねお好みの大きさで OK です。お玉などをすくってこんな感じでね、そして入れます。スッと入れたらここからがポイントです。一度このようにお箸でね広げます。そして空気を含ませて、そしたらこういった網などを使って、そしてちょっとねフライパンの縁を使って寄せていきます。これでね形を整えてください。こうしていただくことで全体がねサクサクに仕上がります。あとは一度ね形が整うまでこのまま揚げてください。網の使い方なんですが、こうやってねこっち向きで押さえると手がね油の上に来てしまって熱いので、裏側を使ってねこんな感じで押さえつけてみてください。はい、で全体がね固まったら裏返してください。網ですくってお箸で押さえて裏返します。そして片面もねこのままカリッとするまで揚げてください。トータルでだいたい3分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。これで片面もねカリッとしたらもう一度裏返してください。よいしょ。そして片面もねだいたい20秒から30秒ほど揚げてください。はい、 OK です。このようにとてもサクサクに仕上がってます。それでは2回目ですね。2回目以降はしっかりねこのカスを取って、そしてねまた同じように揚げていきます。全部揚げ終わりました。こんな感じでねとてもサクサクに仕上がってます。はい、これで枝豆とエビのかき揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。かき揚げはねこのようにとても全体がサクサクに仕上がってます。お好みでね天つゆをつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では天つゆにつけていただきたいと思います。いただきます。衣がサクサクです。すごく美味しいです。かき揚げって衣が固まってちょっとべちゃっとしやすいんですが、すっごくサクサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の枝豆とエビのかき揚げのポイントです。まず枝豆に関しましては、今回は冷凍の枝豆を使ってます。こちら生の枝豆を茹でて使っていただいてもどちらでも OK です。生のものを茹でるときは塩茹でしていただくといいかなと思います。そしてエビに関しましては今回むきエビを使ってます。こち
ちらを普通のエビだったり、あとは冷凍のむきエビなどを使っていただいても大丈夫です。背わたがあるものに関しましては、こちらは必ず背わたを取ってから使うようにしてください。枝豆に関しましては、粒だけのものがもう冷凍で売ってる場合もありますので、そちらを使っていただいても OK です。そして衣のポイントです。衣に関しましては、まず薄力粉以外の材料を全て合わせて、そして使うまで冷蔵庫でしっかり冷やしておいてください。そうすることで衣がサクサクになりやすくなります。薄力粉はですね、使う直前に入れていただいた方がグルテンが発生しないので、よりサクサクに仕上がりやすくなります。薄力粉はよく混ぜたりせずに、お箸でさっとね、溶くようにしてください。そしてその後ですね、具材と合わせるんですけれども、衣をつける前にまず具材に薄力粉をまぶしてください。そうすることで衣との密着が良くなります。そしてその後衣を絡めて、あとはね、油で揚げてください。油で揚げる時のポイントなんですが、まずお玉1杯分ぐらいをすくって、そしてそのまま油の中に入れてください。そして入れた後がポイントなんですが、まずお箸を使って具材を散らばしてください。そうすることで間に空気が入って全体的にサクサクな衣に仕上がります。そして5秒から10秒ほどですね、広げたら、あとはすくい網などを使って具材をひとまとめにしてください。この時フライパンの縁を利用していただくとやりやすいと思います。そして全体がね、しっかり固まったら裏返して、片面もカリッとするまで揚げて、最後もう一度裏返してさっと揚げたら取り出してください。そうするとね、両面カリッとした仕上がりになります。最初慣れない時はちょっと難しいかなと思うんですけれども、コツをつかめばね、すごく簡単なのでぜひやってみてください。そして今回はね、手作りの天つゆも作りました。エビだったり、あとは枝豆にもね、塩分があるので、そのままかまたは塩をつけてもね、美味しく召し上がっていただけます。お好みの食べ方で召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は枝豆とエビのかき揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。